こんにちは、りんと申します。今回は慣れないことをしますが、ちょっとね、待ち遠しくて考えてしまうので、シュラウド兄弟について考察してみました。で、あくまで私個人の妄想の世界です。なので、公式設定とは何の関係もありません。一個人の考え方で、こんなやつもいるんだなっていう感覚で見てくれればと思います。よろしくお願いします。まずシュラウド兄弟について私が簡単に考察していること、仮説が3つありまして、仮説1はオルトはメグっていうところで、仮説2がイデアの魔力は制限がかかっているのかもしれないということと、最後仮説3はイデアのユニーク魔法は魂の取引管理なんじゃないかなっていう仮説があります。はい、で仮説の説明に入る前に一応確認で、イグニハイド領っていうのは死者の国の王の勤勉な精神に基づく領で、モチーフ全体的なモチーフはヘラクレスの中のハデスが一応モチーフで、グレートセブンスの一人という形になっております。で、領全体の雰囲気なんですけど、公式の設定では死者の国の王の勤勉な精神に基づく領、魔法以外の最新のテクノロジーも積極的に取り入れ、独自の雰囲気を持っているっていう風になってますので、もうすごくね、高科学とか、そういったところにも力を入れてるような領になってます。はい、それでは仮説1から順序立てて説明していきたいと思います。まず仮説1のオルトはメグですね。ビジュアルモチーフはヘラクレスのハデスですよね。ただ私オルトに関してはストーリーモチーフについてはメグかなって思ってます。まずメグはヒロインではあるんですけど、登場時は悪役サイドでしたので、モチーフとしてもありかなとは思います。で、映画の中でね、メグはハデスと魂の取引をして主従関係になってます。イデアとね、オルトの関係がね、ハデスとメグの関係にイコールではないんですけど、イデアはオルトの魂を司ってるっていうのは明らかだと思います。で、オルトはお兄さんのためにいろいろ動いていて、でメグはハデスのためにいろいろ動くので、構図的には同じだなって思いました。で、性格的にもね、メグってとてもコミュニケーション能力が高くて甘え上手で、オルトもね、誰とでも話せるし、いろいろとお願いしてきたりとかする場面もあるので、甘え上手でコミュニケーション能力が高いなっていうところはあると思います。で、あとハデスの秘密兵器っていう風に言われるんですね、劇中で。ヘラクレスの唯一の弱点であることで、ハデスから秘密兵器がここにあるじゃないっていう風に言われてますので、オルトはイデアの秘密兵器と言っても過言ではないのかなっていうところでも少し被るところがあるかなって思いました。あとすごく一途ですね。本当に一途な思いを持っていて、兄さん一筋な姿が被るかなとも思ってます。メグのね、名台詞、人間ってバカなことするものよ、恋をするとねっていうのがあるんですけど、オルト言いそうじゃないですか。なんとなく兄さんのためなら僕バカなことしちゃうんだとかすっごく言いそうと思って、言いそうっていうか、そういう一途なところとか、その好きな人、愛する人のために一途に自分を犠牲にしてでもその人のために動いてしまうっていうところがすごく被るんですよね、私には。で、そのメグ自身もね、恋人を救うためにハデスと魂の取引をするんですけど、その恋人に捨てられるっていう悲しい過去を持ってます。で、オルトも過去に自分を犠牲にしたことがあるのかなとか、その思いは報われてるのかなとか、私は個人的に心配になっていて、イデアがオルトの魂を司ってるっていうのもきっと理由があって、多分ね、このイデアとオルトのね、兄弟の物語って涙なしでは見れないと思うんですよね。私は今からすごい覚悟してますこの話しちゃうと重いので、もうちょっとライトにまとめてくるかなとは思うんですけど、
絶対どこかでピリッとする要素はあるかなと思うので、私は今から覚悟はしてますけどね。はい。であともう一点、オルトがセリフでゴーストとは仲良くできない気がするって発言があるんですけど、もしかしたらね、メグと同じようにオルトも死に損ないなのかなって考えました。メグは一度ヘラクレスをかばって怪我をして、それが致命傷となって命を落としてしまうんです。だけどそのヘラクレスによって現世に生き返ることができるんですね、最終的に。これもハデスがねヘラクレスの取引に応じたからメグは生き返ることができたんですけど、どのみちハデスの助力でメグは生きてるって、捉えてもいいのかな。オルトもイデアがいるから生きてるし、でもしかしたら死に戻ってるのかもしれなくて、それでゴーストたちもこの死に損ないがみたいな感じで笑うのかなってちょっと予想はしてみました。はい、あくまで予想ですけどね。で、仮説1のオルトはメグなんじゃないかなっていう考えです。はい、では次にですね、仮説2のイデアの魔力は制限がかかっているのではないか、そう思った理由なんですけど、まずイデア兄さん魔法使えない疑惑がありまして、なぜかというとどこにもマジカルペン魔法石がないんです。で他のキャラには必ずどこかに魔法石が描かれてるんですけど、あと他のイグニハイド寮生は魔法石持ってるんですよ。イデアの魔法石だけ見当たらない。でさらに授業のエフェクトも他のキャラと差別化されてまして、特に錬金術の時は他のキャラと比べるとパーフェクトのエフェクトが小さいんですよ。あと魔法の跡が見られなくて、何か理由があるなとは思うんですけど、セリフとかで聞いてたり、公式のプロフィールに召喚術が得意っていうのも書いてあるので、魔法が使えないってことではないと思うんですよね。例えば学校の授業ごときで魔法を使うまでもないよザーコっていう感じもありだなと思ってます。私はそれがいいなと思ってるんですけど、あと考えられるとしたら、もうオルトにぶっ込んでるっていう線が強いかなって私は思ってます。その魔力の制限の理由とかなんでかなって考えてみたんですけど、それが最後の仮説さんのイデアのユニーク魔法は魂の取引管理であるっていうことに関係してるのではないかって考えてます。はい。でその仮説さん最後のイデアのユニーク魔法は魂の取引管理っていうところなんですけども、まずそもそもね、ハデスは冥界を支配する魂の支配者であって、それがモチーフになってるので、それに近いユニーク魔法になるかなっていうのは予想されます。召喚術がね得意っていうのもあって魔獣召喚系もありかもしれないんですけど、デュースがね、大釜召喚を披露してるので被せてくるかなって、召喚で被せてくるかなっていうのもちょっと疑問で、なので単純に考えると、歴代領女のねユニーク魔法は各々のグレートセブンスの特徴をねモチーフに設定されているので、冥界の王のハデスが使える力、魂の取引管理だと私は思うんですね。あくまで予想なんですけど、魂の取引管理っていうのは死者に対して発動ができて、でね、魂を呼び出すことはできるけど肉体は与えられないんじゃないかなって思います。ハデス自身もそうなんですよね。肉体を再生したり与えるってことはできなくて、あくまで魂をどう裁くかなんですよね。でメグの魂をメグの肉体に戻してあげたのはヘラクレスなんですよ。でハデスができるのは魂を冥界で裁くことなんですよね。だから地上に戻っていいよっていう許可は出せるけど、肉体に戻してあげるまでは多分できないんじゃないかなって考えてます。それもギリシャ神話の方でも人間夫婦との間でね、妻に先立たれた夫がどうしても妻を取り戻したいって申し出をハデスに出して、それに対して許可を出すお話があるんですけど、その地上まで行ってその魂の肉体に戻す役割があったのはその人間の夫だったんですね。ハデス自身がいいよ OK って言って肉体に戻すわけじゃなかったんですよ。なので肉体再生とかそういうことはできないのかなっていうのと、あと冥界に来た魂を例えば天国行き
っていう裁きを下したとしても、転生させるのはオリンポスの神々の力なので、ハデスの力ではないんですね。あくまでハデスができるのは魂を裁くことと管理しかできないだと思います。なのでちょっとイデアとオルトに考えると、一度なくしてしまったオルトの魂を人間に戻してあげられないから、アンドロイドの器に管理しているっていう仮説を立ててます、私は。でこの兄弟の関係ってまさにハデスとメグの関係で、魂の管理者とそれに従うものっていう関係性に実は構図的にはなってるんじゃないかなって感じてるんですね。ただね、聞いてほしいのが、今すんごいドライな言い方をねしてますよ。すんごい管理者とかね、ほんとドライな言い方してるんですけど、2人には愛があるから、そこは全然違うんですよ。ハデスとメグの関係は主従関係だけど、イデアとオルトの関係は兄弟愛があるから、全然関係性は違うんですけど、構図的には同じになってるのかなって感じてます。でも私はすごく主張がしたいのは、愛があるっていうことです。うまく言葉に表せないんですけど、いくら管理者とそれに従うものっていう構図になってたとしても、2人には愛があるから、それだけはねうまく表現ができないけど伝えたい。伝われはいでね、なんでイディア兄さん魔法石ないのかなっていうところにつながるんですけど、魔法石って魔法師の命と言っても過言ではない大事なものなんですよね。でイデアの魔法石がないってことは、オルトの魂の取引の代償はイデアの命の魔法石を差し出すことだったのではないかなっていうふうに仮説を立てて、だからイデアは自分の命ともいえる魔法石を取引材料、ここでは取引対象は自分なので、取引材料というよりは代償ですかね。自分の命ともいえる魔法石を代償にオルトの魂を現世に留めてアンドロイド擬態に管理しているということになるのではないでしょうかと考えております。なのでイデアの魔法石はオルトの中にあって、そのためにイデアの魔力は制限がかかっている状態ではないんでしょうかねって考えてて、それを技術で補うために日々テクノロジーや工学技術を勉強している。でその勤勉さが評価されて、もしかして寮長に任命されたのかなとか、そこは余談なんですけど、って考えてます。はい、これが以上ですね。仮説の3ですね。あと私ね、思わず泣きそうになったのがあってね、オルトのセリフで気が向いたら授業に参加することもあるよ、先生たちは何も言わないしねってセリフがあるんですけど、私これ聞いた瞬間にうってきたんですよね。なんでかっていうと、先生たちもう知っとるやんって悪い大人だなって、もう事情全部知ってるんでしょうってちょっと思ったんですよねなんかわからないけど、私オルトのそのセリフを聞いた瞬間に泣きそうになった自分がいたんですよ。あとオルトワンチャンお兄ちゃんが何を差し出してるのか気づいてない可能性あるかもしれないただ僕のお兄さんっていう認識自覚だけが残ってて、自分の状況とか事実に気がついてない可能性もあるよ、きっとちょっとね、これ考え出すとめっちゃ辛いからもう考えないことにしてるちょっとこれはねやめようすいません。でね、でもね、私はすごいでも希望は持ってます。この兄弟の結末というか、今後のねストーリーどうなっちゃうのかなって心配はあるにせよ、ちゃんと希望は持っていて、ヘラクレスのメグはね、ちゃんとね最後は肉体をね持って戻ってきたんです。最初は魂さえも奪われて裏切られて、自分の愛した人すらも失うところだったんですけど、最後は何もかも取り戻して自分の愛する人と一緒にちゃんと幸せになったから。だからこの2人もきっと何もかも取り戻してちゃんと幸せになるって信じてます。だからこそ私はオルとはメグであってほしいんです。なんか自分のストーリー考察であり、私の願いでもあります。本当にメグであってほしい。
もうちゃんと2人は幸せになるんですきっと。歴代のりょうちゃんもねみんないい落としどころでハッピーエンドにはなってるはずなので、きっと大丈夫です。大丈夫だと思います。はいでも本当にこの兄弟のストーリーはね、涙なしでは見れない覚悟はねしといた方がいいと思います。もしかしたら私はね全然的外れなことを言ってるのかもしれないですけど、何にもかすってないかもしれないんですけど、冒頭でも言いましたが、あくまで私個人のね勝手な妄想なので、何言ってんだこいつみたいな感じでね全然思ってくれていいです。私はね何はともあれね、この2人には絶対に幸せになってほしいので、もう本当に幸せになってほしい、もうそれだけですなのでこの考察はオルトはメグであるっていうところから始まって、最終的にはそうであってほしいっていう願いでもあります。もう全部取り戻して愛する人と幸せになってほしい、もうそれだけですはい、ということで最後までね私の妄想に付き合ってくださりありがとうございます。今後のねストーリーも楽しんでいけたらと思います。なんか髪色がね、ハデス髪色チェンジするので、ちょっと怒った時に赤くなったりとか、そういう演出もね楽しみではあるなって思ったりしてます。これちょっと余談なんですけど、全然本編のヘラクレスとは関係ないんですけど、ハデス他のディズニーチャンネル、なんかディズニーのねミッキーのレストランみたいな番組でマレフィセントとちょっといい感じな関係になってたりするんですよ。はい、実はオルトの SR のバーストギアのストーリーで、イディア兄さんタブレット使わないでマレウス様と話してるんですよね。会話の内容はちょっと噛み合ってなかったんですけどなのでちょっと若干距離近いかなみたいな、他のディズニーチャンネルでさ、マレフィセントとハデスがちょっといい感じで恋人関係みたいになってるので、そういった面もかじってるのかなって思ったりして、今後のディアソムニア生との関係もね楽しみにしながら見守っていきたいなとは思ってます。はい、余談だったんですけど、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。本当に私の妄想に付き合っていただいて感謝でございます。もうすべてのキャラの幸せを願ってこの動画を終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。